はい、井上ゼミです。今回はですね、エチカのおまけとしてですね、ちょっとお話ししてみたいと思います。で、このね、国分さんの本めちゃくちゃ分かりやすいとお話ししたんですけど、一応ですね、これを読んで、消化したというか、自分なりに消化できたと思ったので、もう一回ねちょっとエチカを読んだら今度は理解できるのかなっていうね、その手応えをちょっと感じたかったんで、実際にねこちら買ってちょっと読んでみました。ということで、読んだって言ってもちょっとね第4部のところを読んだだけなんですけど、一応これ紹介しておきますと、岩波文庫でエチカ出てまして、上下巻で2冊で出てます。で、エチカ全体がですね5部構成になっていて、上巻がですね1部から3部までで、4部5部がですねこちらですねになります。下巻に入ってます。だからあれですよね、上巻の方がめちゃくちゃ分厚いんですよね。はい、っていう感じになっていて、エチカの一番最初にあれですね、この翻訳者の方ですかね、解説が書いてあります。エチカを、いきなりだとちょっと難しいってことで、導入として、どういう本なのかっていうことについての解説が書かれてます。でそれからその国分さんがね、最初に読むんだったらここからおすすめですよって言った第4部はこの下巻に入ってます。で僕がねその下巻のところをちょっと読んだんですね、最初の方を。そうで、5部構成になっていて、それぞれ大体一緒で、どういうことかっていうと形がね形式が一緒なんですけど、まず最初にですねなんていうんだ、文章ある程度この部で何を言うのかっていうことの、最初の、数ページで、書かれていて、あとねその後定義が入ってます。定義がいくつか、これだと第4部だと8つ書いてありますね、8個。でその後公理ということで定理、公理っていうタイトルで定理っていうのがめちゃくちゃ並んでるんですよ。定理がねこの第4部だけでですねすごいですよ、73、定理が73個あります。で、その後に、あまりにもこの長すぎるのでっていうことで付録としてね、付録っていうタイトルでまとめている、のがあって、そこもね第1項第2項みたいな形でまとめられていて、それが全部で第32項まであります。はい、でだから第4部がですね115ページまでですね、7ページから115ページまでだから結構な分量あるんですが、僕が読んだところは最初のところと、あと定義の8つと、あと公理の定理1定理2ぐらいですかねのところをちょっと読んだんですけど、結構ね入ってきました。っていうのはもう結構国分さんが説明していたところの、項目だとか内容事例も踏まえて、結構ね第4部に書かれていたので、そこがねなるほどこういうことかっていうふうにして読み進めることができたので、やっぱりねこっちの導入でねこっち扱っといてよかったです。はい、だからこっちは非常に読みやすくなってました。はい、なのでいきなりこれだとね、いきなりこれを読んだ時にもうさっぱりなんだろうっていう、とこだったんですけど、そうじゃなくて結構読みやすくもう理解できるようになってましたね、ある程度。全部じゃないんですけど、やっぱりね一度読んだだけではちょっと入ってこないような難しいところも何箇所かあったんですが、結構ですね読み進めやすくなってましたね。はい、ということで、エチカですねまた機会があったらですねこちらも手に取っていただければ、理解がね深まるんじゃないかなと思います。こっちがね現象ですからね。はい、ということで、そうでねこのね岩波文化だと大体ここにねちょっと文章がね最初の表紙のところに載ってるっていうのが多いと思うんですけど、ここでね上巻のねところでね僕がすごく気に入ったというかここ大好きだなと思ったところあるんで紹介したいんですけど、こういうふうに書かれてるんですね。スピノザはエチカの中に自己の哲学思想の全てを結集させた。典型的な半身論と決定論の上に立って万象を永遠の層のもとに眺め、人間の行動と感情を嘆かず笑わずあざけらずただひたすら理解しようと努めた、こう書いてあるんですよ。ね、ただひたすら理解しようと努めたっていうところがですね僕すごく気に入っていて、なんでかというと僕がですね結構感じていることで、僕らついついやってしまうんですけど、こうね、何かのテーマとか誰か何かに対して、すぐにですねこう評価したり判断したり、何かこう決めつけてしまう、とかですね
名付けてしまうとかですねいうことで、すぐそういうことやってしまいがちだと思うんですけど、そうじゃなくてこれただひたすら理解しようと努めてるわけですよね。このスピノザの姿勢っていうのは僕ら結構学ぶところあるなっていうふうに思ってまして、結構ね自分自身もそうなんですけど、やっぱりこう何か問題が起こった時にそれをですねどこまでも深く理解しようとしていこうというこの姿勢ですよね。そうすると、すごく単線的なというか単純な、物事の理解の仕方よりもすごくですねもっと複雑というかかなり理解を深めることができるんじゃないかなと思うんですね。すぐに誰かや何かのせいにしたりですね、することもなくですね、あるいは非難したり否定したりってすることもなく、ただただ理解しようということですよね。でその時に多分僕らの中から出てくることって、何かっていうと相手を、決めつけたりするような、あるいは自分のね、評価とか判断とかっていうことを意見したりするようなことを、口走るのではなくて、おそらく理解しようとする姿勢ですから出てくることは質問なんですね。ただただ質問していく。それは何でかというと理解しようとするために、何かを判断したり評価したりしようとするためではなく、ただただ理解しようとするために質問していくというような姿勢につながってくると思うんですね。でこの姿勢っていうのは実践的な形では、質問という形で出てくると思います。で質問されたら何か応答がありますから、そこでキャッチボールができるわけですね。で理解し続けていこうだから、このキャッチボールって続いていくんですよね。だからそれを僕はなんか哲学っていうのはすごくやっているような気がしていて、でここはですね結構現代の我々というか、私たちが結構学ばなきゃいけないところなんじゃないかなということを思いました。ね、すごく大事な姿勢だと思います。だからね、僕はよくそのアカデミズムが批判精神ということを非常に重んじるところがあることにちょっと違和感があって引っかかりがあって、僕はそれを理解精神という言葉で呼んでいるんですが、ただただ理解しようとするだけでおそらく批判することによって獲得できるものがですね自体もそこで得られるんじゃないかなと、理解していこうとするね、姿勢によって。だからだとしたらですね、非難とか否定とかと、紛らわしいですね混同されやすい批判ではなくて、理解していこうとするこの理解精神という方がなんだろうな、すごくねしっくりくるなと思って、理解精神という言葉を使っているんですが、まさにそういう姿勢とこのエチカンがつながってですね、スピノザがつながってものすごく僕は嬉しくなりました。はい、そんな話ですね。はい、それが一つですね。で、もう一つありまして、でもう一つ何かっていうと、このね国分さんのスピノザのエチカ、これ読んだ時に一個ね気になっていたことがあったんですね。でそれは何かっていうと、このタイトルのところにね「意志という観念は現代の神話である」って書いてあるんですよ。ね、意志という観念は現代の神話である。ね、なので国分さんは、僕のね授業の中で触れましたけど、意志教であると、現代の人は意志というものを信じて疑わない意志教であるっていうようなお話、国分さんされてたと思うんですけれども、そういうことをね意志という観念は現代の神話であるというふうに、捉えているということなんですが、これはすごくよくわかるんですね。ただ一方で気になっていたことは何かというと、その前回ね武田さんのものをやった時に、ここにちょっとまた本があるんですけど、武田さんのこの本テキストでやりましたね。中学生からの哲学超入門、これサブタイトルが自分の意思を持つということっていうことで、自分の意思を持ちましょうって話をしてるんですよね。でこれも授業でやったのでまたそこね振り返ってみていただければいいんですけれども、そうなのでどういうことって、同じ意思っていう言葉使いながら一方では意思を持てと言っているし、持ちましょうって話をしているし、一方では意思は観念、現代の神話だという話をしてるわけですよね。でこれはどういうことかなって言って、僕思って、もう一回ねちょっと武田さんの読んだらですね、これ何も全然反対のことを言ってるのではなくて、むしろつながってきたっていうお話なんですね。どういうことかっていうと、最終的に武田さんが自分の意思を持つことって話をしていて、僕も最後の授業で言ったんですけど、それどういうことかっていうと、自分で自分の幸福の条件、自由の条件を考え作り直していくこと、それが自分の意思を持つことですよっていう話をしたんですね。でそれなんでかっていうと、武田さんはそれを欲望という観点から話していたんですが、自分の欲望をどこかでうまく理解し直すこと、もしかしたらそれってただただ一般欲望に支配されている状態かもしれない、他人が欲しいものを欲しいっていうふうに思ってるだけかもしれないと。なので一回それを自分の中で自分の欲望を吟味する必要があるよっていう話をしてたんですね。でこれってまさにスピノザと重なってくると思いません皆さん。これどういうことかというと、そのスピノザは、自由のところで意思の話をしてたんですが、同じ自由のところで、自由と強制の話してましたよね。
外部の圧倒的な力に支配されて、でそれを表現している状態っていうのは強制であると。一方で自分が原因となって自分の中により多くの原因を持つようなものを自分が表現していたとしたら、それは自由であると。でそれが能動と受動の違いでもありましたよね。でそれがそっちの方が能動ですよね。後者の方が能動で、ここで武田さんが言っている自分の意思を持つっていうことはまさにこの能動のことなんですよね。能動のことだから、他人のね、欲望、一般欲望っていうのはね、他人が欲しいもの欲しいですから、その圧倒的な強制の方で受動ですよね。そう受動的なものを表現するのではなくて、自分が自分の欲望をもう一回再吟味して、欲望自体をね再吟味して、自分がこう生きたいんだとか、このような生き方をしていきたいとか、このような、に生きようとかいうように思っていくことが自己の欲望の方ですよね。でこれをもう一回捉え直しましょうって話をしてました。それとスピノザの、受動ではなく能動的に生きる、それが自由であるということがつながってきたんですよね。言わんとしていることは実は同じ方向を向いていたということで、そこがねちょっとこう納得できてよかったなと思いまして、これずっと気になってたんですよ。意思っていうのをどういうふうに捉えたらいいのかっていうところがね。でそこがこれもね別にその選んでこの2冊をね続けて紹介したわけじゃないんですよ。全く偶然に最近読んだ本なんですが、そういうところでねこうつながっていて、こう腑に落ちたというか、納得したなという、感じになったので、ちょっと腑に落ちてよかったなというお話でした。はい、ということで、今回ねスピノザ予想以上にね面白かったですね。はい、かなり面白かったです。で、スピノザに関しては入門書の類で他にもたくさん出てますし、結構面白そうだなって個人的に思ったのもあるので、またね機会があれば読みたいなと思ってます。はい、で、今回ね一応そんな感じで、スピノザで哲学を終わったんですけれども、またね哲学はシリーズで、いろいろやっていきたいなと思ってます。ということで、今日のお話以上になりますけれども、最後にチャンネル登録とグッドボタンを押して、いただければめっちゃ嬉しいです。ということで、今日は以上です。じゃあまたね。